世界最大のヘッジファンドを築いた男、レイ・ダリオ。彼の投資哲学って、実は僕たちみたいな個人投資家にもめちゃくちゃ役立つヒントが隠されてるんですよね。今回はその核心に迫って、明日から使える知恵を一緒に見ていきましょう。さて、まず最初に、投資をする人なら誰でも一度はぶつかるであろう、この問いから始めたいと思います。未来なんて読めないこの市場っていうゲームで、一体どうやったら勝てるんでしょうか。どうすれば資産を守りながら増やしていけるんでしょう。これに対するダリオの答えって驚くほどシンプルなんですよ。それはゲームのルールを理解すること。彼にとって市場っていうのはもうわけのわからないカオスなんかじゃなくて、ちゃんと理解できる法則で動く一つのシステムだったんですね。じゃあそもそもこの哲学を生み出したレイ・ダリオって一体どんな人物なんでしょうか。彼はですね、なんと12歳で投資を始めて、最終的には世界最大のヘッジファンドを築き上げたんです。彼の考え方の原点ってどこにあるんでしょうね。はい、これが彼の哲学のど真ん中にある考え方です。経済は機械のように動く。一見ランダムで予測不可能に見える経済の動きも、実はちゃんと分解して理解できるメカニズムで動いてるんだと、彼はそう見抜いたわけです。なるほど、経済は機械だと。じゃあその機械って一体どんな歯車で動いているんでしょうか。ダリオはですね、その複雑な動きをたった3つのシンプルな力に分解して見せてくれたんです。まず1つ目が信用のサイクルです。つまり世の中のお金の貸し借りが増えたり減ったりすることで長期的な景気の波が生まれるってことですね。そして2つ目が人間の感情。短期的な価格の変動っていうのは結局人々の恐怖とかあるいは欲とかそういう心理で動いてるんだと。で最後に3つ目、これが重要なんですけど、歴史は繰り返すということ。これらのパターンは過去に何度も何度も起きてきた。だからこそ過去を学べば未来の荒波にも備えられるっていうわけなんですね。この経済観をもとにダリオはある問いに行き着くんですね。どんな天候、つまりどんな経済状況が来たとしても安定して乗り切れるポートフォリオって作れないものかと。その答えこそが彼の代名詞ともいえるオールウェザー戦略なんです。この戦略のゴールって短期的にものすごく儲けることじゃないんです。むしろインフレが来ようがデフレが来ようがどんな時でも安定したパフォーマンスを維持すること。つまり特定の未来にかけるんじゃなくてあらゆる未来に備える。これがこの戦略の肝なんですね。で、こちらがその具体的な中身の一例です。見てみると株式が 30%、長期の国債が 40%、中期国債が 15%、そして金とコモディティがそれぞれ 7.5% ずつですね。ここであれって思うのが、株式の割合が意外と低いことじゃないですか。これこそがポイントで、ある資産がダメな時でも他の資産がそれをカバーしてくれるようにうまくバランスをとってるってことなんですね。これでポートフォリオ全体を安定させるというわけです。でもただこの配分をそっくりそのまま真似すれば OK というわけでもないんです。ダリオはこうも言ってるんですね。他人が見落としているものを見つけることこそがリターンを生むんだと。それってやっぱり深い理解から生まれる洞察力が必要ってことですよね。じゃあその洞察力を得るために僕たちは何をすればいいんでしょうか。ではこのダリオの哲学を僕たちの日々の投資にどうやって活かせばいいのか。彼の教えは実は私たち個人投資家でも今日から実践できる3つのすごくシンプルなルールにまとめることができるんです。まず1つ目、1つの未来にかけないこと。これはまあいろんな資産とか国に投資を分散させましょうねってことですね。そして2つ目、歴史から学ぶこと。過去のバブルとか金融危機っていうのは未来を乗り切るための最高の教科書になるんです。で最後に3つ目、自分だけのルールを作ってそれを守り抜くこと。感情で売ったり買ったりするんじゃなくてシステムで判断する。これが大事なんですね。これらすべてに共通するダリオ哲学の本当に最も重要な教訓。それは投資に対する考え方をもう180度ガラッと変えることなんです。どういうことかというと、未来を予測するゲームからあらゆる未来に準備するゲームへと頭を切り替えるということなんですよ。ほとんどの投資家ってまるで水晶玉を覗き込むみたいに、次は何が上がるかなって当てようとしますよね。でもダリオのやり方は全く逆。嵐が来ても一人が続いてもびくともしないような頑丈なお城を築くことに集中するんです。これが決定的な違いです。つまり結論として、
レイ・ダリオがこれだけの成功を収めたのは、彼に未来が見えていたからじゃないんです。そうじゃなくて、起こりうる全ての未来に対して完璧な準備をしていたから。この考え方こそが長期的に市場で勝ち続けるための本当の鍵なんですよね。最後に皆さんに一つ問いかけてみたいと思います。あなた自身のポートフォリオは未来を予測しようとしていますか？それともどんな未来が来ても大丈夫なように準備できていますか？